皆様こんにちは、愛です。今回は愛が買った KZ-SK10 のレビューで、初めて愛がメインナビゲーターを務めることになりました。よろしくお願いします。ジャックさんは夏休み取るよって言ってました。嬉しいんでしょうね。髪も目もゴールドセイント化しています。わかりやすい人ですよね。こちら側からお送りするのは初めてなので、緊張しますね。SK10 は可愛いデザインと可愛いピンクが気に入って買いましたけど、以前レビューした KZ-Z3 の音質がこもり気味だったことが気になり、同じドライバー構成の SK10 はどうなんだろうと確かめたくなったのも購入理由の一つです。その結果は音質比較動画で結論が出ましたので後ほど。ところで、さっきからちょこちょこ顔出したり引っ込めたりしてるあなた、出ていらっしゃい。はいはい、思わせぶりな登場のミミィだよ。今日は名探偵っぽくしてみました。相変わらず怪しさ満点ね。愛のことワトソンとか呼んでも返事しないからね。呼ばない。ところでこの SK10 のピンクって案外薄いんだね。パステルピンクって感じでいかにも愛が気に入りそうだね。名前が SK10 か。なんだかスキンケアでそんなのあったような。それは SK2 ね。ピテラを 90% 以上配合した希少な一滴って。いやいや SK2 のレビューじゃないんだからもう。ミミィちゃん脱線禁止よ禁止。わかった。でもすっかりメインナビゲータのプレッシャーから解放されたでしょ。あ、そういえばそうね。肩の力が抜けたわ。ありがとね。で、話戻るけど、充電ケースはパステルピンクで、蓋は見ての通り本体が見えるように透明になっているのがいいよね。大きさはこんな感じで、充電ケースは KZ-SA08 とほぼ同じ。本体は Z3 に似ているけど違うところがちょこちょこあって、充電の端子の数とかシェルの形も微妙に違ってるね。本体も背面プレート以外はクリアで構造がよく見えてるのがおしゃれだね。内蔵バッテリーとか無線接続用のパーツとか普段 TWS であんまり見えないところが見えて興味深いね。BA はノズル部にはないみたい。この尖ったところの内側にあるみたいだね。ドライバー構成は Z3 と同じでダイナミックドライバー1機と BA30019 が1機。Z3 は aptX まで対応してるけど SK10 は SBC、AAC までなのね。Bluetooth はどちらも 5.2。背面プレート3タップでハイパフォーマンスモードに切り替わり、レイテンシーの改善具合も同じ。ハイパフォーマンスモードは結構使うよね。ドラマ見るときにも切り替えるし、軽めの音ゲーならそこそこできるからね。家の環境では販売ページでアピールしてるほど低遅延にはならず、100ミリセックシコスキルぐらいだったよ。Z3 も SK10 もハイパフォーマンスモードでドラマ見るとリップシンクがバチッと合うので安心して見れるよ。装着感はどう？ Z3 より2ミリ弱ぐらい厚いけどほぼ同じだね。イヤーフィンの凹凸が合うかどうかはいつも言ってることでそれ次第だね。TWS でケーブルがない分フィット感は気になるところだけど、ミミィは軸の短いイヤピにした方がフィット感は上がるね。愛もそうね。TWS の時は軸の短いイヤピが最近お気に入りになってきたわ。接続は安定してる？途切れたりしない？スマホの不要な通知とかを切った状態で AAC 接続してバスとか電車に乗っても途切れたことないわ。駅の改札付近で瞬間したことがあったぐらいね。安定していると思うよ。スマホの通知設定とかのチェックは大事かもね。そうね。じゃあ音質比較動画に行きましょう。イヤピはファイナル E タイプを使用しています。それではまず、この波形から見てください。SK10 単体で、イヤピが音収録で使用した、ファイナル E タイプ装着時のものです。おお、見事にドンシャリってるね。そうね、ドンシャリね。
50Hz のピークと 1kHz のガニマのレベル差がすごいもんね。で、また 8kHz ぐらいがピークってるわね。これってどのくらいのレベル差だったらドンシャリだって決まってるの？さあ、どうかな、聞いたことないな。でも、今までいろんな波形を見てきたけど、これはレベル差が大きい方だと思うよ。だからドンシャリでいいんじゃない？聞いた感じも、もろにドンシャリだったし。そういうことね。ドンシャリって聞くと、牛丼と寿司を思い出して食べたくなっちゃうよ。ほらほら、ミミィちゃん脱線してるよ、戻って。それからこれが、付属のイヤピ装着時の波形で、ピンクで重ねました。5から 8kHz がさらに出ているので、シャリ感が増しますね。ファイナル E タイプは、やっぱり 6kHz 付近をしっかり落として触れているのがわかります。そしてこれが、Z3 の波形をピンクで表示して重ねたものです。以前レビュー動画を作っているので、Z3 の詳細説明はしませんが、なぜか広域が抑え込まれていて、とても抜けが悪いんですよね。これ、同じドライバー構成だよね。同じ時期に発売されてるから、違う傾向のチューニングを狙ったのかな。きっとそうなんでしょうね。それはそれでいいんだけど、ちょっと極端なのよね。150Hz から 1kHz ぐらいまでの特性は、だいたい同じなのにね。SK10 を聞いた感想は？もちろん Z3 より聞きやすいよ。広域がすっきり抜けてくるからね。メリハリはしっかりしてる。ただ結構刺激が強い音だから慣れることは慣れるけど聞き捨てれも早いのよね。ジャックさんが言ってたけど、あんまり刺激の強い音を聞き続けると耳に良くないって。そうなのよ。それと、これだけ 1kHz 付近が落ちていると、聞き取りにくい音も結構出てくるのよね。だから、愛はまた EQ 使ってこんな風にしてみたよ。レベル差を縮めた弱ドンシャリセッティングね。これ、波形見ながら修正すると5分ぐらいでできて効果がかなり大きいのよ。今回は細かくセッティングを記載したので、興味のある方はやってみてくださいね。ニュートロンプレイヤーの EQ セッティングはかなり自由度が高いので、よく使ってます。有料アプリですけど、買っておいてよかったです。広がりとか分離はどうなの？そうね、あんまり広がる感じじゃないかな。広域の主張が強いから自然な広がりをちょっと邪魔する感じね。EQ で補正するとバランスが良くなるからマスクされていた音も聞こえ出してその分広がりを取り戻す感じ。分離と定位感は悪くなくて左右の定位はしっかり感じられるけど上下の立体的な定位感があまりなくてちょっと平面的に感じるのよね。もうちょっと頑張れって感じかな。そうなんだ。じゃあそろそろまとめに入ろうか。SK10 は4000円台という価格帯で KZ の中でもデザインにこだわったモデルです。愛はデザインと色だけで買ってしまいましたけど丸くて可愛いケース。ハイパフォーマンスモードでレイテンシーも小さめ。連続稼働時間もようやく6時間台にとより実用的になっています。でもやっぱり SK10 はデザインが最大の推しかなと思いますね。SK10 のピンクで KZ 女子が増えたらいいななんて思いました。ブラックモデル、ホワイトモデルもあってどれもかっこいいので KZ コレクションの一つとして持っていてもいいんじゃないかな。ということで KZ、SK10 のレビューを愛がメインナビゲーターとしてミミィちゃんと一緒にお送りしました。ミミィちゃん、ありがとうね。はいはい、またやろうね。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形と言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。